今回はタロットカードの7枚目、恋人たちのカードの意味をもとに、お話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミア第7話スタートです。カードナンバー6、恋人たち。俺の名前は和樹。25歳の社会人だ。あまりモテるとは言えない。どうしてモテないのかと悩んだ思春期に出した答えは正確にあると思った。友達と遊んでいても、親と一緒にいても、いつでも物事を決めることができず、その場で悩んでしまうことが多かった。つまり、優柔不断ってやつだ。これが仕事にまで及ぶからたちが悪い。直そうとは思うが、直し方もわからないから直しようがない。きっと俺はこのまま一生独身を貫き通すんだろうな、と思っていた。ところが、モテ期というやつはどんな男にもやってくるらしく、なんとこんな俺にも素晴らしい春がやってきたのだった。それが救いようのない不細工な女というのならば納得もいくが、なんと社内一の美人で有名な川崎恵美さんなのだから驚きだ。それは入社して3年目の忘年会のことだった。俺はいつものように酔っ払ってしまった幹事の代わりにみんなの注文を聞いたり取りまとめをしていた。どうやらそんな俺の姿をずっと見ていたらしく、忘年会が終わり、みんなが二次会に流れていく中、彼女に腕をつかまれた。俺は驚いて彼女の方を振り向いた。すると彼女はほんのり桜色になった頬をさらに赤くして俺を見つめていた。どうしたの？俺はそんな彼女にごく普通に疑問の声を投げた。和樹くん、私と付き合って。他の社員たちはずっと先の方を歩いている。今の言葉は誰にも聞こえてはいないはずだ。俺は一瞬、付き合ってという言葉を愛の告白と捉えたが、そんなことがあるはずはないとおかしくなった。そして何をバカなことを考えているのだと自分の愚かな考えを吹き払うように聞いた。いいけど、どこに行くの？そうだ、これが正解の答えだ。きっと彼女はどこかに行くけど一人では行けないから付き合ってほしいと言ったのだろう。そういう意味以外に考えたらいけない。そうじゃないわ。私はあなたが好きだと思うの。だからお付き合いをしたいと言っているのよ。彼女の目はまっすぐに俺を捉えていた。だが真剣なその目もきっと酔っている上のことで、明日にはすべてを忘れているんだろう。俺は彼女を傷つけないように、いいですよとにっこりと微笑んだ。翌日会社に行くといつも通りの日常が待っているはずだった。おはよう。お弁当作ってきたの。後で一緒に食べましょう。満面の笑みをたたえた恵美さんが俺のデスクに来てそう言った。ありがとう。
彼女だもの、当たり前よ。恵美さんは俺に顔を近づけてそう言ったのだった。まさか酒の上の言葉が本気だったなんて、きっと忘れていて、あんなことがあったことすら覚えてはいないはずなのに。俺はもしかしたらこれは何かのドッキリなのではないかと周囲に目を走らせたが、誰もこっちを見ている者がいない。あるいはドアに隠れて笑われているのかとも思ったが、それもない。ということは、これは本当に本当？リアルな世界で起きていることなのか。俺のような男にあんな美人が告白してきたということか。俺は顔の筋肉が溶けるのではないかと思うほどにやけた顔になっていった。このままでは仕事にならないと思った俺は席を離れ休憩室へと向かった。自販機の前でニヤニヤしながら何を買おうかと考えていると、隣の課の佐々木香織がやってきて、自販機にお金を入れるとコーヒーのボタンを押した。ガチャンとコーヒーが落ちる音が響くと、香織は俺にそれを手渡した。俺はなんでコーヒーを渡されたのかもわからずにいたが、次の瞬間、佐々木香織の口からとんでもない言葉が飛び出してきた。和樹さん、好きです。付き合ってください。俺は何とも間の抜けたような声を出したことだろう。まさか二人の女性から告白されるなんて夢としか思いようがないだけに、俺はどう返事をしていいのかわからなくなっていた。川崎恵美は美人で、彼女と付き合ったら社内の男性陣に羨ましがられるだろう。しかし佐々木香織は一般的な女性だが、笑顔が魅力的な人だ。かといって二人を天秤にかけることなんてできない。それは男としてというよりも人としてやってはいけないことだ。だがどうしたらいいのか。俺のような冴えない、しかも優柔不断な男を好きになってくれた恵美さん。その美しさは光り輝くものがあり、できることなら付き合いたいと思う。でもそれで本当にいいのか。そんな俺の苦悩を読み取ったのか、香織がさらに言葉をつなげた。知ってます。和樹さんは昨日告白されたばかりなんですよね。それも美人の恵美さんに。うん。彼女に勝てるとは思っていません。でも自分の気持ちをちゃんと伝えないと後悔すると思ったから。だから伝えたんです。伝えたかったんです。いいの、分かってるから。そういう香織の瞳にはうっすらと涙が浮かんで見えた。香織はきびすを返すとその場から去っていった。が取り残された俺はなんだか罪悪感に苛まれる結果となった。昼休憩の時に恵美さんと一緒に弁当を食べたが、それはまるでコンビニで売っている惣菜のように万人受けする味だった。こんなに料理の上手な人と結婚できたら幸せだろうなと思えた。だがそんな幸せに満たされながらも香織の涙を忘れることができずにいるのだ。俺はこのままでいいのか。美人だから恵美さんを選ぶのか。こんな綺麗な人が本当に俺なんかと付き合っていいのか。俺の頭の中は
ぐるぐると回り出していた。ねえ、聞いてる？突然腕をつかまれて大きく揺すぶられ、俺は我に返った。え、え、あ、何？もう、聞いてなかったの？あ、ごめん、聞いてたんだけど、ちょっと。今度の休みにデートしましょうって言ったのよ。ああ、デートか。今度の休みならちょうど予定が空いてるの。だからその日なら和樹くんとデートできるのよ。ね。どこかに行きましょうよ。うん、いいよ。やった、嬉しい。エミさんは本当に嬉しそうに喜んでくれた。でも俺は本当にこれでいいのか。家に帰るといつもならさっさと着替えて夕飯の準備ができるよりも先にテーブルについているのだが、この日はどうも思うように行動できず、いつまでもスーツ姿のままぼんやりと部屋の真ん中で佇んでいた。どのくらいそうしていたのか、ドアをノックするのと同時に妹がドアを開けた。お兄ちゃん、ご飯だよ。わざわざ呼びに来させないで。どうしたの？俺のいつになく沈んだ顔を見た妹が不思議そうにそう聞いてきた。だがこんなことを妹に言っていいのか。なんか悩み？会社で失敗してクビになった？なかなか嫌なことを言う妹だ。違うか。じゃあ失敗して先輩に怒られた？それも違うか。だったら痴漢でもしちゃった？なんてことを言う妹だ。違うよ。2人の女性からほぼ同時に告白されたんだよ。妹の侮辱発言に我慢の限界となった俺はつい本当のことを口に出していた。うっそー！これはお赤飯物じゃない。お母さんに報告！やめろ！悩んでいるのに報告してどうするんだよ。今にも階下に降りていきそうな妹の肩をすんでのところで押さえることができた俺は部屋のドアを閉めて妹に親には黙っているようにと言った。だがその時ふと浮かんできたのだ。そうだ、お前タロットカードで占いみたいなことしてたよな。うん。素人の遊び程度には占うけど。まさか彼女さんとの今後を占えって？いや、そうじゃなくて。俺は心の中の悩みについて明かした。すると妹は笑いながら、それって天秤にかけてんじゃん。いや、そうじゃないと思う。まあいいよ、占ってあげるよ。ご飯を食べたら私の部屋においでよ。しっかり見てあげるから。へへ。妹はそう言いながら楽しそうに部屋から出て行った。食事を終わらせると俺は妹の部屋にいた。妹は部屋を薄暗くして珍しくテーブルにテーブルクロスを敷き、ろうそくをテーブルの端に置いていた。なんだこれ。雰囲気作り。雰囲気は大事でしょ。まずは格好から入るタイプの妹はタロットカードの他にもネットで買った水晶の丸いボールやガラスでできた竜の置物なんかも持っている。それらがどんな働きをするのかは全くわからないが、そういったグッズを集めることで気分的に本格化するらしい。妹は小さく咳払いをすると、それであなたの悩みは何ですかとそれっぽく聞いてきたが、俺はさっき言っただろ。
と答えた。だんだん妹の遊びに付き合ってやってるという気持ちになってきて、答えるのも馬鹿らしくなってきていた。もうちゃんと合わせてよね。気分が乗らないと占えないじゃない。そんなものなんだろうか。いや、そんなことを言っていたら本職の占い師なんてどうなるんだ。それでも妹は何枚ものカードを手の中でシャカシャカと切ると、机の上にばらまきかき混ぜた。そして再度それを集め、またしてもシャカシャカとカードを切る。そのカードを並べ表に返していく。へえ、恋人たちのカードか。恋に関する悩みで恋人たちのカードとは幸先がいいのか。でも逆位置だからね。お兄ちゃんの優柔不断なところがもろに出てるよ。そんなカードだけでわかるのか。タロットカードをバカにしちゃいけませんぜ旦那。妹は本をめくると、ふんふん、なるほどなるほどとうなずいてみせた。これならちゃんとした占い師のところに行った方がよかったかもしれないな。お兄ちゃんの優柔不断なところが問題なんだよ。どっちがいいかではなくて、一緒にいて心が幸せで嬉しいと思える人と付き合うべきだね。そんなこと考えたこともなかった。はい、1000円になります。金取るのかよ。妹は両手を出して毎度ありと笑顔だった。そうは言われても付き合ってみなければ幸せな気分かどうかなんてわからない。それに最初に告白してくれたのがエミなのだから、やっぱりエミと付き合うのが一番いいのではないかと思い始めていた。そうして休日となり、デートの日となった。その日は空も高く晴れ渡り、初デートにはうってつけの日だった。約束の場所に行くと、エミが華やかなワンピース姿で現れた。ごめんなさい、待った？いや、今来たので大丈夫です。俺は妹から教えられていた言葉を口にした。本当はかれこれ30分ほど待っていたんだけど。というのも、相手が早く来るかもしれないから30分は前に行って待ってるようにと妹にうるさく言われたからだ。じゃあどこに行く？どこって。決めてないの？エミさんが誘ってくれたから、行く場所はエミさんが決めるのかと思って。デートなんだから和樹くんがリードしてくれるんじゃないの？エミさんはかなり驚いているようで、目を丸く見開いていたが、ふっとおかしそうに笑った。じゃあいいわ。行きたいところはある？行きたいところ？そう言われても別にない。いや、全くないわけではないが、思いつかないのだ。俺がぼんやりと考えていると、エミさんが携帯を取り出し調べ始めた。遊園地とか水族館とか動物園とか、あるいは映画とか。遊園地いいね。じゃあ遊園地にする？でも水族館もいいね。じゃあ水族館？でも動物園もいいな。そうね。映画も捨てがたいな。どれでもいいから決めてくれる？気候的に考えると遊園地とか動物園がいいけど、水族館で珍しい魚を見るのも楽しそうだし、
映画館で今やってる映画を見るのもいいし、でも遊園地で絶叫系に乗るってのも捨てがたいし、かといってゆっくり動物を見て歩くのもいいし、こうして俺があれもいいしこれもいいしと悩んでいると、エミさんがイライラし始めた。わかった、私が決める。動物園にしましょう。そうだね。こうして動物園に行くことになったんだが、そこからまた悩むことが出てきた。今度は何を見るかだ。順路通りに進むのが一番効率的だろうけど、俺は虎が見たい。でも虎を見てから他の動物を見ようと思うと見落とす動物もいるだろうし、かといって順路通りに回って虎が小屋に戻ってしまうこともないとは言えないし、でも他にも見たい動物もいるし、けど途中で疲れちゃったら他の動物が見れないかもしれないし。あなたは何がしたいの？何が見たいの？入り口でああでもないこうでもないと独り言を言って悩んでいたら、エミさんに怒られた。どうやら俺が煮え切らないのがいけないらしい。もういいわ。順路通りに行きましょう。動物園なんてそんなに時間がかかるものじゃないでしょ。ということで、エミさんに引っ張られる形で順路通りに動物を見て歩いた。確かにエミさんが言った通り、そんなに時間はかからなかった。夕日が沈み始めた頃にはぐるっと回って出口に到着していたのだ。俺とエミさんはお土産を買おうと売店に入った。ところがここでもまた俺は悩まなくてはならなかった。しばらく悩んでいると買い物を済ませたエミさんが近づいてきた。どうしたの？何を悩んでいるの？俺は2つの品物を両手に持ち、エミさんに差し出してみせた。この2つなんだけどね、どっちを買おうか迷っているんだよ。どっちもいいなと思って。誰にあげるの？母親と妹なんだけど、こっちは可愛らしいから妹に合うと思うんだ。で、こっちは大人っぽいから母親に合うと思うんだ。だったら両方買ったら？母親にあげたものを妹が欲しいと言ったら喧嘩になるよ。は？そんなことで喧嘩になるの？わからないけど、なったら困る。俺は真剣に考え悩んでいたが、そんな俺を見ていて、エミさんからイライラ波動が伝わってきた。そんなのどっちだっていいじゃないという感情だ。それが伝わってはくるものの、やっぱりプレゼントするならしっかり考えたものをあげたいと思うんだ。だったらどっちか一つを2つ買ったら喧嘩にならないんじゃないの？俺もそれは思うんだけどね。でもこれは若い人向けで妹にちょうどいいけど母親には向かないと思うんだ。かといってこっちは大人っぽいから母親には向くけど妹には向かないと思うんだ。でも妹だってもうすぐ大人になるんだから、こっちを2つ買ってもいいような気がするけど、これをあげたら妹は果たして喜ぶのかな。じゃあこっちを2つ買ったらどうかと思うけど、若い人向けのものを2つ買って母親がバカにしてるのかと怒るかもしれないから、そうなるとどうしたらいいのかってなるでしょ。はあ？そんなのどうでもいいじゃない。よくないよ。ああ、そう。じゃあ一生悩んでいなさいよ。バカみたいにずっと悩んでるといいわ。私は付き合いきれないから。こんな人だとは思わなかった。いい？前言撤回よ。あなたのような人とは付き合えない。
初デートでこんなにイライラさせられたのは初めてよ。エミさんはそうまくし立てると、俺を売店に残して動物園から出て行った。なんと俺はたった一回のデートで振られたわけだ。ショックがなかったわけではないけど、あんな美人が俺のような男を好きになるなんてこと自体おかしな話だったのだから、束の間とはいえ夢を見せてもらえただけよかったと思うしかないだろう。こうして俺のモテ期は収束したように見えた。ところが翌日、なんと佐々木香織から再度告白を受けることになったのだった。和樹くん、エミさんから話を聞いたんだけど。えどうやらエミさんは昨日のことを一部始終みんなに暴露して歩いているらしい。おかげで男性の同僚から笑われ、お前には無理だよなと言われる始末だ。女性の同僚からは男としてありえないと言われた。だから香織からも同じようにバカにされるんだろうと思っていたのだが、私だったらエミさんみたいにイライラしたりしないし、和樹くんが決められなくて困ってたら相談に乗ってあげられると思うの。だからエミさんと別れたのなら私と付き合ってほしいんです。真剣で必死に自分の気持ちを伝えようとしてくれているのはわかる。でもこれで付き合っても結局は俺の優柔不断が原因で捨てられることになるんだろうな。まあそれで納得してくれるならそれでもいいのかもしれないし、もしそれでも好きだと思ってくれるなら俺は香織を大事にしようと思った。さてまたデートしたいと言われて初デートの時だった。やっぱり俺の悩みは炸裂した。というのも行くところは香織が行きたいと言っていたので水族館に決定した。おかげで悩まずに済んだが、昼ご飯となった時に何を食べたらいいのかと悩んでしまったのだ。何を食べる？私はカレーライスにするけど、和樹くんは？どれとどれで悩んでいるの？カレーライスとうどんとハンバーグなんだけど、うどんだとあっさりしてて後でお腹が空きそうだし、ハンバーグはお腹いっぱいになるけど美味しくなかったらどうしようか。カレーは好きだけどこんなところに来てカレーを食べるのはもったいないような気がするし、だからってうどんにして好きな出汁じゃなかったらがっかりだし。薫はなるほどねという顔で笑っていたが、だったら私と同じカレーライスにしましょう。そうしたら同じものだからそっちが良かったなって思わずに済むでしょと提案してきた。確かにその通りだ。いつでも食べようと思って注文しても他の人が食べているものを見るとそっちの方が良かったんじゃないかと後悔するのだ。それがいいね。俺は香織の提案を快く受け入れた。同じものを食べれば後悔なんてしなくて済むし、感想を言い合う楽しさというのもあるというものだ。なんとか香織に嫌われることもなくデートを終わらせることができ、その後も幾度となくデートを繰り返すことができた。その都度俺が悩むと香織が提案してくれる。その提案は決して不快なものではなく、俺のことを考えてくれる優しいものだった。俺は香織と一緒にいれば何でも自分で決められるような気がした。何よりも香織と一緒にいることが楽しく気分がいいのだ。これが妹が言っていた心が幸せで嬉しいというものなのかと思い始めていた。そんなある日、香織が
イルミネーションが見たいというので、俺は香織と一緒にイルミネーションを見に行った。ところがイルミネーションはきれいなのだが寒くてたまらない。あまりの寒さにどこか建物に入り込みたいと思ったが、その建物もない。どうしたものかと思っていたとき、コーヒーのいい香りがしてきた。俺はいい香りにつられるようにそちらに顔を向けた。すると香りが俺に言った。キッチンカーだ。コーヒー飲もう。俺はにっこり笑ってうなずいた。キッチンカーには何人もの客が列を作っていた。コーヒーのほかにクレープやホットドッグなども売っているようで、どうやら有名な店のようだ。やっと俺たちの番になったとき、これまた悩むことが出てきた。何にする？俺がメニューを見ながら考えていると、香りが聞いてきた。ところが俺はいつものようにどれにしたらいいのかと考え込み、どれもおいしそうに思えてしまったのだ。そうだなあ。アメリカンもいいけど、カフェラテもいいし、ウインナーコーヒーもいいし、じっと待っている香りと、早く決めてくれと言いたげな店員、さらには俺の後ろに並んでいる人のイライラが伝わってきて、俺はさらに決めることができなくなっていった。すると香りが言った。わかったわ。だったらあなたはアメリカンを買って、私はカフェラテを買うから、それで半分ずつにしたら両方飲めるからいいんじゃない？それはすごくいいアイデアだと思い、俺はにっこり笑って、そうだね、と答えた。俺のせいで長蛇の列となってしまったが、なんとかコーヒーを買うことができた。ありがとう。香りのおかげで俺は自分で決めることができるよ。香りと一緒にいると幸せな気分になれるし、本当に君は素敵な人だ。そう言うと香りはにっこり笑ってこう言ったのだ。私は困っている和樹くんを助けているだけよ。選択肢が多いと決めるのも大変だものね。俺は俺のことを分かってくれる女性にやっと出会えたような気がして、天にも昇る気分になっていた。ところがそんな俺の気持ちに水を差す声が聞こえてきたのだ。和樹じゃない。なんだ、デート？よくそんな優柔不断な男と一緒にいられるわね。俺と香織は一緒に声の方を見た。するとそこにはかつて付き合い1ヶ月で別れた女がいたのだ。あの時も俺の優柔不断さを散々笑い物にし、男らしくないと罵ってくれた。そのおかげで俺はしばらくの間、女性と付き合うことなど二度とないと思い込むほどだった。あなたはどなたですか？香織が怪訝な顔を向けながら元カノに聞くと、彼女は連れの男の腕を取り、私はずっと前にそいつと付き合っていたことがあるの。でも別れて正解だったけどね。それであなたは付き合ってどのくらいなの？そんな優柔不断な男といつまでも一緒になんていられないとは思うけど。と言ったのだ。確かにその通りだ。いくら香りが優しくて俺のことを理解してくれているとはいえ、たかがコーヒー一杯を決めることのできないような男では、そのうち嫌気がさすことだろう。ところが香織は凛とした声で元カノに言ってのけたのだ。和樹の良さがわからないんですね。和樹はとっても優しくて相手を思う心を持っているのよ。優柔不断に見えるのだってその優しさがゆえのこと。優しいから優柔不断？
バカじゃないの。優しくてコーヒー一杯決められないわけ。それはね、私たちのように適当に生きてるんじゃないってことよ。いつでも一生懸命で何にでも真剣に考えてるだけ。私たちなら適当に選ぶことができても、彼には適当というのがないの。それを理解できたら彼の素晴らしさも理解できるはずでしょ。くだらない。どうせすぐに飽きるくせに。飽きたりなんかしない。私は彼のすべてが好きなの。優しいところも何事にも一生懸命だから、一つのものを決めるのに時間がかかるところもね。だから別れることはないわ。そう、それはよかったわね。私はそいつと別れたことで今の彼と一緒になれたんだから、逆によかったわ。あなたも後悔しないようにね。余計なお世話よ。香織の気持ちが痛いほど伝わってくる。俺のような男を愛してくれて、必死に守ろうとしてくれている。こんなにも優柔不断で、簡単なことでも決めることができないような情けない男だというのに、俺は香織の手を握ると、確かに俺は優柔不断だけど、香織という女性と出会えたことを幸せだと思うよ。他のどんな女性が俺のそばに来たとしても、香織だけが俺の愛する女性だと言い切れるし、この人を必ず幸せにしようと決めたんだ。俺が自分で決めたことだ。え？驚いたように香織が俺を見た。俺はじっと香織を見つめ、大きくうなずいた。はっきりしなくてごめん。でも、俺は一番大事なことを自分で決めたよ。君を幸せにする。君以外はいらない。嬉しい。これから少しずつ優柔不断なところも直していくから、ずっとそばにいてほしい。香織は大きくうなずくと、嬉しそうな笑顔を俺に向けてくれた。この笑顔を俺は守っていくのだと、新たな決意をしたのだった。いかがでしたでしょうか。このカードは運命を切り開いていく選択の時が訪れたことを告げています。また、迷いが生じた時は、あなたの心が幸せで嬉しいと感じられるかを基準に選ぶことが大事だと言っています。面白かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは、次のお話でまたお会いしましょう。